こんにちは、日本語クラスです。今日のテーマは上げまん、下げまんです。はい、この言葉を聞いたことがありますか？上げまん、食べ物？うーん、あんまんとか肉まん、ピザまんというのありますね。という人、はい、そうですよね。日本のコンビニでよく売っていますよね。あんまんとかね。食べ物で冬に大体ありますね。丸くて白くて中に甘いあんというものが入っていますよね。はい、違います。はい。私もそれ大好きですよ。あんまんとかピザマンとかね。ピザ、中にピザがね、ピザの味の入ってる。はい。美味しいですね。ですが、今日はその食べ物の話じゃありません。はい。揚げまん、下げまんというのは、普通の日本語の教科書、テキストブックでは出てこない言葉です。はい。それも日本人も話す時ぐらいしか出てこないですね。はい。でもなんでどうして私知ってるんでしょうね。使うからかなやっぱり。はい。ということで使うので皆さんにも紹介しようと思います。はい。ぜひ言葉簡単だからすぐ覚えられると思いますので、ぜひ楽しんで今日お話聞いてください。はい。今日はほとんど写真もないので本当にポッドキャストと思ってラジオと思って聞けると思いますよ。はい。じゃあ何ですかと。はい、行きましょう。上げまん、下げまんというのは、これは女の人のタイプのことです。はい、タイプといっても、それはその女の人がどういう人かという意味です。はい、特に女の人が男の人と結婚してまたは付き合ってでもいいんですが、よく言うのは結婚してです。ある女の人が結婚をした。そしたらその男の人がすごく会社で成績がどんどん良くなったとか、あの男の人は結婚したらすごく良くなった、結婚前よりとても良くなった、いろいろあります。良くなったというのはビジネスについてもそうだし、考え方とか、例えば洋服とかスタイルとかそういうところも全部です。結婚したら良くなったっていう時に他の人がそれを見て、あ、彼の奥さんはあげまんだねって言うんです。はい。ちょっとわかりました？上げるの意味です。上げまんって上げる、上げる。下げまんは下げるです。人を下げてしまう。だからもうわかりましたね。下げまんの方は上げまんの反対です。はい。だから下げまんというのは男の人が誰かと結婚したらその男の人がどんどん悪くなっていく。結婚して幸せなはずなのに前よりとても毎日疲れて見えるとか、仕事があんまり結婚した後うまくいっていないねとか、そういうのです。そうすると人ははっきりその人に言わないですけど影の方で「ねえねえ田中さんさ、結婚したけどなんか奥さん下げまんだよね。田中さん全然元気ないよ毎日。あ、そうそう、なんか毎日いろいろ家でいっぱい文句を聞かされてるらしいよ」とかなっちゃうんですね。だからそうもう分かったでしょ皆さん。なのでこれ本当に実際ありますよね。皆さんの国でこの上げまん下げまんという言葉がないかもしれないけど、皆さんの周りでもあの人は結婚した後とても幸せそうだ、うまくいっている、なんだかどんどん良くなってるなというのと反対の人もいますよね。そうなんです。で
これ男の人については言葉がないんですね。山田さんは男の人と結婚した、高橋さんという男の人と結婚して、山田さんはとっても前より良くなったから、あの男の人はあげる男だねとか、そういう言葉はないんですけど、女性についてだけこういうあげまん下げまんというのが日本語にはあります。多分なんですが、多分ちょっと古い日本語で、やっぱり日本だと結婚したら女の人が男の人をサポートする、助けるっていうのがよくあるスタイルなので、スタイルだったですね、昔はね。はい、だから奥さんが夫を支える、助けるですね。はい、なので助けている、うまく支えている、サポートしている場合は、あの奥さんはいい奥さんだと周りが言う。はい、だからそこで言葉ができたんだと思います。あの奥さんはあげまんだなってね。はい、今の日本はもう女性も男性と同じように会社で働いたりビジネスをしたり、していますので、そんなにね、女性が何とかとか言わないんですけど、昔はやっぱりそういう傾向があったので、この言葉ができたんじゃないかなと思います。はい、ですので、特徴ですね。揚げまんの特徴、どういう人が揚げまんと言われやすいかっていうと、やっぱり夫を支える、やっぱり会社で働いたり自分のビジネスをやったり仕事をしていると、いろいろなストレスがありますよね。大変なことがある。でそれを奥さんが「大丈夫よ、きっとうまくいく」と元気にしてあげる、心のサポートをしてあげる、はい、というのがよくある話です。はい、夫がねあんまり元気ない時も、または何か大きな失敗をしてしまった後でも「大丈夫、次はきっとうまくいくよ」とかなんかよくわかんないけど次は大丈夫な気がするよ、私は。この失敗は次の成功につながるためのものだよ、意味があるんだよとか、すごくこう元気になる言葉をいっぱい言ってくれる。はい、言葉もそうだし、何かね料理を作ってあげるとか、いろいろこう体の世話をしてあげるっていうこともありますよね。だからそういうサポートしてくれる奥さんがいると、やっぱり旦那さんも頑張りますので、そういう奥さんはあげまんと言われます。はい、えもちろんその反対ね、例えばもうとっても考え方がネガティブ、暗いってことです。下げマンの人ですね。下げマンの人は夫が何か失敗したとかうまくいかないと「ほらだからうまくいかないって言ったじゃん、なんでやったのそれ、あなたには無理だったのに」って言うとか、あとはよく愚痴を言うというのも聞きます。愚痴というのは文句です。文句。何かこう自分が嫌だなって思ったことがあると、奥さんが夫にこう文句を言う。うん、夫に関係ないこととかこともですね、なんか隣の誰々さんすごいうるさいんだよね、なんかうるさいですって言っても全然話聞いてくれないし本当嫌になっちゃうとか、やっぱりこう家でそういう悪い話をするとその空気も悪くなりますから、なんか家族全体が暗くなる、はい、とかそういうのとか、はい、とか、あとは下げマンは例えば夫がねすごい仕事も頑張っているし、家の家事とかも一生懸命やってくれている。でも奥さんはまだもっとやってほしいと思っているから文句を言う。ねえちょっとあなた、もうちょっとさ早く仕事帰ってきてうちの家事
例えばうちの子供をお風呂に入れるとかさ、土曜日日曜日ぐらいは部屋の掃除するとかさ、もうちょっとさ手伝ってくれない？私だって仕事行って帰ってきて子供の世話してるんだよ、疲れてるんだよ、あなたと私同じでしょと言うとか。例えばそうなると夫はやっぱりね、疲れてるというか、やっててもなんで感謝してくれないんだろう、なんか俺はやってるのになと思いながら、なんか分かったとか、または喧嘩になるということもありますね。なので、そういうちょっとネガティブマイナスなことを言ったり話したりする女性は下げマンと言われます。はい。ですのでね、これを聞いている男性の皆さんはぜひあげてくれる女性と付き合ったり結婚したりすると、その後もよりもっともっと幸せになりますし、女性の皆さん、これを聞いている女性の皆さんは自分があげまんになれるように努力するということは必要ですね。あげまんになるのは簡単です。ある意味簡単。ポジティブにプラスに考える、失敗しても大丈夫と思ったり、パートナーのことを褒めてあげる、いつもありがとねとか、あなたがいるから私は幸せだよとか、一緒に頑張ろうねとか言ってあげることが大事ってことですね。それを言えば女の人はあげまんになれます。はい、ということでした。ですので皆さんぜひ自分はあげまんになって、男性はあげまんの人を探してくださいね、と思います。という話でした。あげまん下げまん食べ物じゃありませんよということね、覚えておいてください。でこれは使えますよ。そうね。ですのでぜひ日本人と話す時に使ってみてください。ただその女の人とかに「あなたはあげまんですか？」というのはすごいそれは何それ気持ち悪いと思われますので、言わないね。はい。誰か他の夫婦とかカップルを見て、二人はうまくいってる、奥さん女の人はあげまんだねとか言うのはいいです。その人に直接は言わないでくださいね。そうでした。このようにですね、いろんな言葉ありますが、もっとねいろんな言葉知りたいなという人、ぜひ私の YouTube にいろいろあります。夫婦は喧嘩する時でも敬語を使うとか説明したことありますよ。あとはビジネス日本語もニュースの日本語も私の YouTube で聞くことができます。はい、一緒に勉強してみましょう。面白いと思います。はい、そして JLPT の読解の勉強をしたい人、はい、私の YouTube ビデオにもありますし、あとは、私のオンラインレッスンの中にもありますので、N1、N2 の人、ぜひ私のオンラインレッスンのリンクから、それを見てみてください。リンクは今日のビデオの下、ディスクリプションのところに書いてあります。